本日のトピックス、なぜ心不全は運動禁忌だったのに運動必須に変わったのでしょうか。心不全にとって心臓リハビリテーションは実施して当然の治療になっている。このあたりを理解してください。まず心不全の定義。心不全というのは心機能が低下して正常な心血行動体が維持できない状態である。 EDP が上がって、これは塩を取りすぎたりとかですね、心機能が低下して上がるわけですよね。でそれで酸素化が悪くなって心臓の動きが低下する、 SV が低下する。でそうすると末梢への酸素供給 O2 デリバリーが低下して組織がダメージ受けて死んでしまうと。これ心不全始まって6時間ぐらいでこういうふうになったりしますので、非常にこれ大変な病気ですよね。これは心不全というふうに考えている方いらっしゃるかもしれません。で、そのためにこの心臓の働き、これを理解してそれを治療しようというのが循環器の仕事なわけですね。心臓の働きっていうのは昔からこの4つがあるというふうに言われてきました。4つでも上の2つは有名、下の2つはほとんど知られていないんですけれども、一番上クロノトロピックアクション、これは心拍数ですね、脈が速い遅い、それを整えるということです。で2番目がアイノトロピックアクション、これはイノトロピックとかとも言いますけれども、心臓の収縮力ですね、心筋細胞が関係すると。で3番目がドロモトロフィックアクションといいまして、ドロモトロピックアクション、これは伝導性ですね、房室結節とかそういうところの働きで、4番目がバスモトロピックアクション、これはどのくらいの刺激で心臓の細胞が興奮して収縮始めるかと、心筋細胞膜の興奮性、この4つが重要だというふうに言われているわけです。でこれらの機能低下の結果、心臓が機能が悪くなってむくむ、これをドロプシー、ブクブクというふうに昔は表現されていました。でそれに対しまして、この赤い四角の中ですね、機能低下に対しましていろんな治療がやられていて、一つは心筋細胞への酸素供給の改善、カテーテル治療とか PCI とかそういうやつですよね。で2つ目は、リズムの改善、アブレーション、有名ですね。で3つ目は構造異常の修正、これタビとかマイトラクリップ改心術、こういうものをやっているわけです。で薬としましては1785年からもうジギタリスというのは開発されていました。強心剤というふうに言われてたわけですね。これ教会の裏とかでジギタリスという狐の手袋っていう草花なんですよね。綺麗な花咲くんですけれども、それを栽培してその根っこを煎じて、飲んでもらうと。でこれが薄いと効かず濃いと中毒を起こすということで、ジギタリスをどの用量使うかというのが昔は循環器の医者の腕の見せ所だったということなんですけれども、ジギタリスは昔から心不全の治療薬でした。で1962年にフロセミド、利尿剤ですねが使われまして、要するにドロプシー、ブクブクをこれらで治してたということがあります。で最近はファンタスティック4とか、非常にいい薬が出てきまして、すごく心不全の予後良くなってるんですけども、こういう薬物療法で心臓を治すということですね。でそれで足りなかったら、メカニカルサポートと、いうことをやります。 CRTD、インペラ、バド、心食とかですね、そういうことをやって、でその結果、心機能が改善、心拍出量が改善して、美味しいものが食べられるようになるということですね。で1997年まで、なんで97年というかというと、このブラウンワールド第5版が出たのは97年なんですけれども、それまで心不全の治療というのはリストリクション・オブ・フィジカル・アクティビティ、日常活動の制限って書いてあるんですね。 NYHA のもう3度4度になると制限しましょうというふうになってきて、心不全安静第一、下手に動かすと心不全が増悪してしまうから、心理派の出番なんていうのは全然なかったんです。運動なんかさせるなというのが
循環器の医者の受けた教育です。で、バドっていうのは人工心臓ですから、心拍数量といいますか、血流量を増やしますよね。でその効果を見た研究がありまして、緑の線 VVCO2 ネイダーって書いてある。これは心拍出量に依存するパラメータですね。でピーク VO2、これは運動対応能の代表的なものでして、この2つどういうふうに動くかと言いますと、緑の線の VVCO2 は 39.4 が 35.7 に、これは改善してんですね。ピーチは 0.017、優位に改善してますよね。で、当然バド入れれば心拍数量は増えるということです。でところがピーク VO2、これ惜しいですね。11.5 が 12.4、なんとなく増えた感じはするんですけれども、ピーチは 0.17、優位水準にちょっと達しなかったと。要するにバド入れても心拍出量は当然増加するんですけれども、ピーク VO2 は改善しないという結果が出ちゃったんです。で、心ポンプ機能改善以外の介入が必要だということなわけですね。この絵はもう見たことあると思います。で、下の方から説明しますと、下、メッキスコア、メタボリックエクササイズカーディアックキドニーインデックスって書いてあるんですけども、これはイタリアのアゴストーニという人が提唱しているスコアなんですけれども、2年以内に死亡するあるいは心移植を行う率というのが計算できるインデックスです。で、それに含まれるのは、この黄色で囲ってあるのが心機能関連 VVCO2 と LVEF なんですが、残りの4つ、これ必ずしも心機能じゃないんですね。ピーク VO2、ヘモグロビン、ナトリウムなどの電解質、それから腎機能、こういうものが心不全の予後には関係するというふうに言われているわけです。で、上はですね、心不全の、経過ですよね。紺色の線がだんだんステージ A から B、C、D に行くにつれて下がっていって、ステージ C になると心不全発症するから、いきなり紺色の線が低下すると。で、この低下すると何が低下するかというと、左に書いてあるように身体機能が低下するわけです。BNP が悪くなるとか、 EF が低下するとか、砂防圧が上がるとか、そういうものじゃないんですね。身体機能、これは V.O2 なわけです。そういうことで、心不全っていうのは心機能不全とは違うんだということなわけですね。で、心不全の定義、これは急性心不全の定義と考えてください。今は心不全とは心機能低下を原因として体全体の機能、要するにピーク V.O2 が低下する状態というの、これが心不全の定義ということです。この緑の人、右側が正常、左側が、心不全なんですけども、正常な人は心臓が、普通の大きさで、体の色がちょっと明るいと、血流が多いと考えてください。で、左側は心不全、心臓が大きくって、で、なんか足が靴下履いてるように、足の色が悪くてむくんでると思ってください。で、そういうようなことで、心不全っていうのは心臓だけじゃない、全身が悪くなる状況だというのが非常に今は重要な考えになっています。で、心不全っていうのが骨格筋とか血管とか全身が悪くなるんですけども、全身を治すということで心臓リハビリテーション、これすごく重要になってきたんですが、その理由の一個として運動生理学が発展したんです。このワッサマン先生がですね、AT という概念を確立して、運動にも程がある。で、運動中はいろんなものが体の中の圧力とかですね、変化するとか、いろんな要素が関係するっていうのを、はっきり科学として明らかにしたんですね。で、その結果、心不全にも安全で適切な運動強度で運動療法が実施できるようになったということです。ですから、心不全を動かしちゃいけないということはないというきっかけになったというわけですね。ガイドラインも変わりました。2001年、赤い方はアメリカ、青い方はヨーロッパですけれども、
どちらもガイドラインで心不全に運動しましょうというふうになったんですね。さっきのブラウンワールドの教科書は心不全は日常生活の制限と書いてあったんですけれども、むしろこちらは運動をした方がいいというふうに変わったわけです。180度転換したということですね。それに伴いまして当然心不全の治療は変わったというわけです。左の四角、これ先ほど、言いました、心機能不全の治療なんです。それと運動療法、食事療法、生活習慣の改善、心臓リハビリテーションですよね。何がいいかっていうと、心拍数を改善する他に骨格筋、自律神経、血管内細胞、あと代謝とかですね、体全体が良くなるわけです。心不全を増悪させているいろんな要素が良くなると、それを一度に治すことができるというわけですね。でその結果、骨格筋での酸摂取量を増やすことができて ATP がたくさん作ることができているようになって、運動体能が改善すると。ですから心不全における心理派、現在はですね、慢性心不全、代償期心不全ですけどもにとって心臓リハビリテーションというのは、運動療法、食事療法、生活習慣の改善等を用いた治療そのものというふうになったわけです。昔は心不全に対する心理派ってはあってはならない存在だったのが、今は治療そのものになったということですね。これは後でまた詳しく述べますけれども、心機能改善、心保護効果、自律神経安定化、腎保護効果、免疫機能の改善、インスリン抵抗性炎症ロス改善、骨格筋量質の改善、血管内細胞機能の改善、肺機能の改善などというものが、得られます。で心理派の要素、この真ん中に書いてありますけれども、トレッドミルに乗ってる絵がありますよね。有酸素運動で、その横でなんか持って万歳してるようなのが、これはおそらく抵抗運動だと思います。で右側のリンゴとキャベツと人参、食事療法だと思います。で上は適切な薬物療法とかで、この時間、これもしかしたら適切な睡眠時間の確保とかです、良好な睡眠の質の確保、そういうことかもしれませんね。だからそういうことを全部やる、それは心臓リハビリテーションですけども、そうするといろんな効果が得られるというわけです。またこの緑の人ですけれども、右側、心臓は正常だけど、ちょっとダラダラしてて足の機能が落ちちゃったと。でピーク VO2 が 80%で、左側心機能が50% ですから EF でいうと 30% ぐらいになっちゃったんでしょうかね。でところが心理派はバリバリやって筋肉が150% の能力になったと。でピーク VO2 は 100% になってると。でどちらの方が長生きするでしょうかと言ったら、このピーク VO2 がやはり、EF に勝ってますから、心不全になっていても、ピーク VO2 が増えている人の方が長生きしますよということです。でそのぐらいですね、慢性心不全にとって心臓リハビリテーションというのは当然の治療という位置づけになっているというふうに皆さん思ってください。今日の話はそれでおしまいです。どうもありがとうございました。